雑談です。箱詰めです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますとあれですわ、水道橋博士さんの、誕生日で、阿佐ヶ谷ロフトでありました朝やんの20回目ですね。ここで一旦一区切りというか、毎週ね3月18かなからやってきてて、毎週やって一旦一区切りで各週ぐらいのペースに落ち着くんですけども、そんな感じで朝やんをやっておりました。水道橋博士年表、年表の鬼というかね、年表を作っている相沢さんというね、とんでもない頭脳ですよ。頭脳と、あと原監督君というメルマ旬報のね、副編集長でもあり、下北のね B&B って書店のこともやったり、あとラジオなんかもやってるね、方と、それからゲストにラムライダーさんを迎えて、博士の年表と言いつつも、ほぼねあんな年表を作ってた、こんな年表を作ってたっていう紹介で、それも非常に面白いんで言うたら、なぜその人の年表を作るのかというと、あと最後というか、最後に細田正史さんもゲストで来られて、この沢村忠に空中を飛ばせた男の方も来てて、なぜこう年表に こだわるというか、ノンフィクションを書く上で必ず制作をしているという話だったりとか、年表をつけることによって細かい時系列でもって、その人物を追うことによって、実はあの時の例えば出会いがここにつながってきてとか、はたまたその全く関係ないけれども同時期にこの人がこんな活躍をしてて、後に、ここでこうつながってくるみたいな、そういった人生の伏線がこう読み取れるから年表っていうのは面白いみたいな話から、博士のねこれまでのいろいろなことが語られたりしておりましたが、非常に面白かったんですが、本当に時間がなくて全部もちろんこれまで59年の人生を振り返って追うことなんかはその2時間ちょっとでは無理だったんですけど、本当に面白くて、でその博士の年表もね、これ本当すごいんで、何万字、17万字って言ってましたが、ネットで買えるようになるようなので、ぜひね、興味あったらというかね、本当に面白いと思いますんで、ぜひねご覧になっていただきたいなと思いまして、でラムライダーさんのねDJ タイムがあって、あれがまた全部文脈でもって曲をこうセレクトしてるでしょ。それをこう読み解くのもまた楽しいんですけどもね、そこまでというか、いろんな本当に音楽ね、いろんなジャンルというかね、流行りの曲から、ここの歌詞はここにかかってるんだみたいなのがねあって、本当に何ですかね、お笑いでとか、年表でそういった文脈を伏線を回収するのと、音楽のミックスでもってこう回収するのと、それで言うと、僕も映像でね、オープニングなんかでいつもこうマットなやつを作ってるって言ってるんですけど、それも同じことなんですよね。だから全然違う文脈の映像、しかしその動き、その背景込みでみたいなのでこう紡ぐというか、やってることはみんな同じですよね。そう言って楽しんでるというか、そういった切り口でもって楽しめますよというかね、それが音楽であり人生であり、はたまた映像でありと、そんなことを言っておりましたが、あれですわ、配信でね、見逃し配信でまだまだ見れますので、ぜひね見ていただきたいというのと、本当にすごい方からのメッセージ
がありまして、ちょっとね、あれはちょっとすごかったんでね、ぜひ見ていただければなと思いました。そんなことをやっておりまして、で見ましたですわ。だから夜遅くまでねこうやってたんであれですけども、さっきね箱詰めを見まして、やっと物語が進みましたよ。特別編でね2週こう言うたら総集編みたいな感じでなってたんですけど、この話はじゃあどうなるんだっていうのは、それはそれで一つ気になってしまうんですけども、まあ本筋に戻って、話が進んでいきまして、河合ちゃんがね合コンに行くと、恋をしたいっつって合コンに行くんですけども、富士山とね合コンに行くんですけども、まあ呼び出しがあって、ダメになっちゃってとかで落ち込んで、るところに、事件というかおじいちゃんがね訪ねてきて、それ話なんか妻に暴力を受けているみたいなおじいちゃんがっていうところで、なんか様子がおかしいぞとなったら、認知症でっていうおじいちゃんが出てきて、事なきを得て引き取ってもらいの、それでも合コンが失敗しちゃったって言ってる中、また火災でね呼び出されて駆けつけるんですが、もうヘトヘトの状態で行ってしまったもんだから、河合ちゃんがこう貧血で倒れると、そこにいた消防士とこう運命的な出会い事を思うんですけど、出会って助けられてちょっと恋をして、さあこれからね、じゃあ連絡先交換しなさいよっつってね、その後あれか、なんか訓練があってね、でそこでもその消防士の方が来て、実はこの間助けていただいてありがとうございました、覚えてますよ、じゃあ連絡先交換しましょうっつってねなるんですけども、なかなか連絡が来ないみたいな状態が続くんですが、ね、やっと連絡が来た今週末デートだって時にウキウキしてね出かけるんですけど、その途中でそのおじいちゃんが出てくるんですよ。おじいちゃんとおばあちゃんがね、でもなんか様子がおかしいな、温泉行くって言ってたのに手ぶらだなみたいな思いながらも、デートに行くんですが、それもデート中気になっちゃってね、ちょっとごめんなさいっつって戻っていくんですよね。職務に真面目というかね気になっちゃったんで戻ってみると、いやね戻ってすぐ見つからないんですけども、そこを富士山がねこう見つけてきて、こう危うくね、あれはどうもこう無理心中しようとしてたんじゃないかみたいな雰囲気で連れ戻してくるんですけども、もう温泉行くとは言ったもののそうじゃなくて、すごい悩んじゃっててね、じゃあそういう人に頼ってもいいんですよと、娘さん頼って、施設に入ったらどうですかっていうところで一件落着する。しかしね河合ちゃんの恋の方はね破れてしまってね、逃げ出したというか投げてきちゃったもんだからね、どうなってしまったんだろうなっていうところに、今度は誰でした、山田くんがと戻ってきたところに、いや実はその消防士武田さんはなんか過去賞状をもらってすごい働きねイケメンで、しかも仕事もできるみたいなね、Facebook かなんか見てると、そこにはこういろんなねこうなんてイケイケなというかキラキラしたね写真があって、どうも自分とは住む世界が違うと思って落ち込んじゃってね、なんだかなってところで終わるんですけども、でふとね富士山のこの昔の写真を見ると知らない人が写って、これをねずっと富士山の謎が毎回このエンディングでこう触れられてるんですけども、いよいよ誰だこの人はみたいな、どうしてこの人は映ってるんだろうみたいなところで5話が終わるとねいった感じで、いろんなね
出てくる、まあドラマなんでね、そんな無駄な人は出てこないと思うんですけども、こう何気ない、えー登場人物が実はね、こう物語の中心を中枢を担っていたというかね、まあそのおじいちゃんがキーパーソンであったみたいなことは、これは本当にね、それこそその年表の話じゃないですけども、普通に、まあドラマだからね、その関係ない人は出てこないんであれですけども、普通の人生においてもそういったことがありますよね。実はあの時出会っていたあの人がみたいなね。僕で言うたら誰だろうなね。まあ本当に何気なくこう入った NSC で出会ったね、同期がみたいなものもね、その時はそう思いませんもんね。入った時点では。なんでね、それいつ何時ね、どこでどうつながるかみたいなのは分かりませんかね。こういったドラマでもそういう人生の振りというか、ああいうのを感じながら見ると、こう現実世界でもね、そういったものもあるんだろうなというのと、もう一つこう次に生かすというかね、ことができるようにね、種まきとね、水まきと、そして収穫みたいなことがね、行っていくんだなっていうのは見てて思いましたけども、いやしかし中で出てきた河合ちゃんのね、長野めいちゃんのワンピース姿ね、可愛すぎやしませんか、本当に。いや、だから髪型がいいのかな、どうなんだろうね。本当に前も言いましたけど、UQ モバイルで髪の毛長いでしょ。あれが僕は納得がいかない。声で反応するでしょ、長野めいちゃんの声で、長野めいちゃんだと思ったらおかっぱじゃないんですよね。そこだけなんとかなりませんか、本当ね。このドラマだけなのかな、おかっぱはなんだかなって思っちゃうんですけど、そんな箱詰め第5話ね、いよいよというかね、これ何話まであるんだろう。でもね、7月期のドラマなんで、9月いっぱいですかで終わるんじゃないですか。だからあと 3,4 話ですか。あと5話ぐらいあるのかなね。どうなっていくのか楽しみ。これ本当ね、スペシャルでもう一回やるか映画化するか、しばらくしてからシーズン2が始まるのか、これぜひ続けてほしいっていうのはありますね。だから警察もんなんでね、でっかい事件、交番のあれなんででっかい事件を追うってことはあんまないかもしれませんけども、映画化なんかね似合いそうじゃないですかっていうのはぜひやっていただきたいなって思いますが、どうなんでしょうかと思いながら、本当にこのおかっぱの長野めいちゃんをめでるために、僕は箱詰めを見てめでるためにね、録画して保存しておきましょう。いったところですか。はい。コント消防士、ちょうど時間ね。消防士ってでもなかなかあんまりね、警察官とか刑事コント、医者コント、消防士のコントってあんまり見ないなね。ちょっとあれなのかな、生々しいというか事件性が漂っちゃうからコントにしづらいのかな。あんまりないよね。あんまりなくはないけども、あんまりないですよね。映画とかではね、バックドラフトとかありますけども、なかなかコントでね、消防士をその現場が壮絶すぎるっていうのがあるのかな。どうなんだろうね。はい、そんなところですか。消防士ね、消防士は誰だったんだろうね。ちょっと向井理さんに似てる感じのやっておりましたが、そんなとこですか。はい。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。